こんにちは。今日はこの新コードバンのエイジングレポートをやっていきます。この靴は12月の末ぐらいに完成して、そこから約1ヶ月半ぐらい結構履きました。というか、もうほとんどこの靴しか履かなかったです。距離にして、100キロ以上は歩きました。日数にすると、本当ちょっとだけ着用したのも含めて、20日以上は着用したと思います。かなり馴染んできたので、革もエイジングをしてきた感じがあるので、今回ちょっと今汚いんですけど、これ磨いてきれいにしつつどんな感じかエイジングの雰囲気や履き心地なんかをレビューしていきます。今結構汚いんですけど、これは4日か5日分ぐらい磨かずにブラッシングせずに履いた状態です。本当はね、履き終わった後にブラッシングするっていうのが一番いいんですけど、これ全然やってない状態ですね。でシューツリーは履いた後すぐに入れるようにしてるんですけど、これ前回履いたのが一昨日ぐらいなんですけど、シューツリー入れないで放置してました。シワの感じがこんな感じですね。で結構しっかりシワも入ってきていい感じなんですけど、ちょっと今だと汚さが勝つのでシューツリー入れて磨いていきます。シューツリー入れるだけでこんな感じでかなりシワが伸びます。で今回はしっかりケアするので紐も取ります。紐取ってケアするのは初めてですね。クリームは何度か塗り込んでまして、4回ぐらいかな塗ってブラッシングしてます。ちなみにソールはこんな感じで、これは新コードバン関係ないですけど、この靴すごく足にフィットしててすごく安定感があるので、ソール見ても分かる通りしっかり偏りなく削れてますね。まずは軽くブラッシング。結構このブラシも育ってきてるので、履く前にちょっと汚かったらクリームとかつけずにこのブラシでガッとちょっと強めにこすって履くっていうことが結構ありました。でこうすると本当にこれだけで全体のちょっとしらけた感じがクリアになって光沢が出て、結構これだけで十分な感じはあります。これはもちろんブラシにロー油分がついて、これをかけるだけでこっちの靴に乗り移るっていうのはあるんですけど、この新コードバン、コードバンなんで結構手間かかると思いきや、意外とこのブラッシングだけで割と済んじゃうっていうところはありますね。でちょっと磨く前にお見せしておくと、コードバンで弱点といえば水ですよね。水がコードバンにつくとその部分がブクッといって水ぶくれのように盛り上がる現象なんですけど、この靴はそんなに気にせず使ってるんですけど、一回トイレで手洗った時の水が跳ねて水しぶき飛び散ったことがあったんですよ。その後特別にブクを潰すといったケアしてないんですけど、この辺ですね、この辺にも少しあるのが分かると思います。気になるっちゃ気になりますけど、履いてる分には僕そんな気にならなかったですね。このつま先部分には少し擦り傷がありますね。この辺もケアしていきます。まず軽く汚れ落とし、はい、汚れ落としました。もうかなり綺麗です。じゃあまずクリーム入れる前にこの辺のブクになっているところ、カッサ棒で潰していきます。これ水牛の角なんですけど、コードバンは繊維が水に濡れると毛羽立って立ち上がってくるので、それを押しつぶして戻します。結構使うのがこういうシワの部分の毛羽立ちを寝かせるのに使うことが多いんですけど、コードバンの靴の場合、この靴シワの毛羽立ちがねあんまりないんですよね。もちろん履くとちょっと白っぽくなるんですけど、ちょっとブラッシングするとすぐ戻るんで、今はほとんど毛羽立ち感ないんですよね。だからシワの部分全然やる必要ないんですけど、
このブクになってるところだけこすります。はい、こんな感じでこすりました。ちょっと今の段階で少し曇ってる感じなので、ブクが消えてるかどうか分かりにくいので、全体にクリームを入れて磨いていきます。これ TWTG のクリームです。石見さんにコード版におすすめと教えてもらったので、これをこの靴のケアにはよく使ってます。クリーム全体に塗っていきます。この新コード版は正直言うと今まで履いたことのあるコード版の中で一番好きかもしれないです。なんといってもシワの質感がすごいんですよ。オイルコード版ってもともとかなりツヤツヤなので、そのシワが入った部分とシワの入ってない部分の差っていうのが結構あったり、あとちょっと毛羽立ち感、表面のこの寝かせつけた光沢の層に細かくシワが入るというか、表面の膜が割れるというか、割れるわけじゃないんですけど、なんかそういった感じで、その光沢のツヤ感とシワの部分のツヤのなさの結構差が大きいんですよね、オイルコード版で。オーウィンのコード版はどっちかというとこの新コード版に近いんですけど、もうちょっとギラついてるというか、言ったらちょっとエナメルっぽくも見えるっていうかね、なんかちょっと油っぽいような感じ、雰囲気ですけど受けるんですよ、僕の感触としては。この新コード版はもともと革の光沢があんまり強くないので、シワが入ったところとの差があまり大きくなくて、かといってツヤがないわけじゃないんですけど、すごく自然なシワの入り方をして、でさらにギラつき感がなくて、なんていうか透明感としなやかさが革の質感、シワの質感を見ただけで伝わる、上質感が伝わるっていうか、なんかいまいち言葉でしにくいんですけど、すごくコード版の質感っていうのを最も美しく革らしく楽しめる革だなっていう感触ですね。履き心地っていう点でいくと柔らかいです。これは底材とか作りによっても靴の柔らかさって結構変わってくるんで、一概には言えないんですけど、その慣らしの期間っていうのをほとんど必要とせずアッパーが馴染む感じがありました。かといって型崩れするかっていったら全然そんなことはなく、芯材とかもしっかり入れてるっていうのもあるんで、形は保って足にフィットしつつ馴染むとこは馴染むっていう感じで、すごく履きやすくて、木型も自分に合ってるし、この革も柔らかくてノーストレスなので、ほとんどこの靴を作ってからこの靴しか履いてないっていうのは、このエイジングをさせてレポートするためっていうのももちろんあるんですけど、単純に今僕が持ってる靴の中で最も履き心地が良くて、で作りも一番良くてかっこよくて気に入ってるので、これをついつい履いてしまうという感じですね。もちろん雨の日はね履いてないで、さすがに雨の日に履く勇気はないというか、別に雨の日に履く必要もないので、さすがに雨の日にコード版は僕は履きたくないんで履かないんですけど、多少小雨が降ってきたことありましたね。で少し水がついて、さっきのトイレの手洗いの水が跳ねたっていうのもあるんですけど、ちょっと小雨が降った時もありました。でもね、そんなに今の時点でケアもしないで気になるようなほどではなかったんで、今これでケアしてどれぐらい目立たなくなるかっていうのがちょっと気になるところですね。ほとんど目立たないですね、今の時点で。ちょっとブラッシングをしていきます。
ソールオイル塗っときます。僕はこのスポンジにとって塗ってます。コバも少しこんな感じで傷ついているのでコバインク塗っときます。これコバインク結構今こう見ると元の色より明るいんですけど、乾くと結構色が暗くなります。作る時もこのコバインクでやってるんで同じ色ですね。そしてローを軽く塗ります。軽くです。この靴を完成させる時のソールの仕上げなんかよりはよっぽど簡易的で、でもこのコバをねしっかりきれいにしてあげると靴全体の印象全然違うんで、意外と重要なケアポイントですよね、見た目としては。そしたらこれソール用のブラシなんですけど、これでブラッシングします。普通に馬毛のブラシをソールの仕上げ用に使ってるだけです。はい、コバもきれいになりました。最後に紐通して終わりですね。はい、こんな感じになりました。いやー、かっこいい。新品時とは違ったツヤ感が確実に出てきてますね。磨くとほとんどシワわかんないんですよね。もちろん履くとシワが出る、それもかっこいいんですけど、結構この新コード版しなやかっていうのもあってか、革のこの磨いた後の復元力というか元に戻る力っていうのが結構あるような気がします。で、肝心のブクがどうなったかなんですけど、この辺にちょっと大きめなのあったの分かりますかね。ブクとしてのこの膨らみ感があるブツブツした感じっていうのはほぼ完全に分からなくなってます。若干ブクになったところの色が少し抜けたような感じ。パッと見ちゃ全然分かんないんですけど、しっかり見るとここにあったのかなっていうのが分かります。ここです。こっちにもブクあったんですけどほとんど分からずに、で少しシミっぽく色が抜けたような感じになっている部分があります。多分ここがもともとブクがあった場所ですね。ちょっとポツポツっとなっているのが。でですね、こっちの足のつま先に傷がありました。これ別に特にただクリーム入れてブラッシングしただけなんですけど、ここですね。ほぼわからないです。この辺がなんか黒ずんでたんですけど、汚れ落としてクリーム入れたら全く分からなくなりました。そういった少しねシミっぽくなったりとかっていうのはあるんですけど、それ全然エイジングの一部として受け入れられるレベルで、汚れていって汚くなっていくみたいなそういう感じ全くないですね。すごく磨きにも応えてくれて、ボロくなっていく感じではなく、オーラの出ていく感じのエイジングがしっかりできている感じがします。最初この新コードマン結構マットな質感で、磨いて光沢が出たんですけど、そこからさらに磨き何度かしていることによってどんどんこの革に艶が出てきて、心なしか色味も深みが増したような気がする。そんな感じで1ヶ月ぐらい入って100キロ以上歩いた新コードマンの磨きとエイジングレポートをしてみました。今から新規拡散新コードマン発売していろいろな靴に使われていくと思うんですけど、一つ参考になればなと思います。今この靴の馴染み具合としては体感8割ぐらいですね。もうちょっと
アッパーもソールも馴染んできそうな感じはするので、またエイジングレポートとして何回かやっていくつもりです。ということで本日の革靴2件でした。ちなみに磨いた直後の状態で履いてシワを入れるとどんな感じになるのかやってみます。こんな感じでまた美しいシワが入りました。少しこの辺白っぽく毛羽立つんですけど、大げさな毛羽立ちでもないので綺麗で馴染んでます。このぷっくり感たまらないですね、ここ。ということでまたこんな感じで履いていきたいと思います。